値上げ祭りじゃテンション高いね。バイクの値上げに土地狂っているようです。ー。値上げがひどくて我慢ならないぞー。お財布が辛いよね。確かに今年は爆上げしたモデルも結構あります。じゃあ年始からの値上げモデルをランキングしてみる。ランキングじゃー。こんにちは、ペンタロウです。この秋も続々と発表される値上げ祭り。今年頭からの値上げ発表をまとめて値上げ率のランキング形式で紹介します。74位、川崎忍者 H2SX SE 0.35%、 1万1000円。300万円オーバーの高額バイクだね。それでいて1万円しか上がりませんでした。この金額になると1万円とか誤差みたいな感じだね。73位、川崎 Z900SE 0.67%、 1万1000円。こちらも1万円です。ダメージ軽いね。72位、川崎目黒 K3 0.78%、 1万1000円。デザインはほぼ変わってない目黒 K3。スペックからは割高感ありますが、雰囲気系おしゃれバイクだからね。71位、川崎 Z650RS 1.02%、 1万1000円。毎年ちょっとずつ値上がっています。650クラスも100万円オーバー普通になったね。70位、川崎忍者 650 1.03%、 1万1000円。同じく川崎650。中身ずっと変わらないから割高感出ちゃってるね。69位、川崎 Z900RS カフェ 1.45%、 2万2000円。爆裂アップデートしたね。見た目ほぼ一緒だけど大幅に進化した。その割に意外に値上がらなかったね。ホンダ CB1000F のダイナマイトプライスのおかげでしょう。カフェは程よい前傾姿勢とビキニカウルがちょうどいいんだよね。68位、川崎 ZX4R 1.9%、 2万2000円。毎年 2,3 万円ずつ上がっています。もともと高いけどちょっと割高には感じるね。乗りやすくていいバイクではあるよ。67位、川崎 ZX25R 2.22%、 2万2000円。ついに 2% アップを超えてきたね。 250cc で税込み100万オーバーになりました。ロマンカテゴリーだからこういうのがあってもいいでしょ。66位、鈴木アドレス 125 2.4 インチ%、 6600円。6000円しか上がってないのに値上げ率では結構あるんだね。元が27万円ですから。20万円台で出してくれる鈴木は優しいね。65位、ヤマハ NMAX 2.61%、 9900円。同じ 125cc でもアドレスと比べるとだいぶ高いんだね。9000円アップですが値上げ率では 2.6% とそこそこになっています。64位、川崎忍者400 2.78%、 2万2000円。川崎はなんとかの一つ覚えみたいにひたすら2万円値上げしてるみたいだね。主に2万円、一部1万円、その他爆上げというバリエーションです。中型以上は川崎結構売れてるから強気なのかな。63位、川崎 Z400 2.94%、 2万2000円。こちらも2万円コースです。ペンタロウは Z400 の新車不具合でひどい目にあったからあんまり見たくない。62位、川崎 Z900RS 2.96%、 4万4000円。こちらはスタンダードモデルだね。カフェより値上げしています。リリース情報はブラックボールエディションという名前だね。以前のイエローボールエディションはスタンダードより7万円高かったです。無印でちょっと安いの出るのかな。それは謎。61位、川崎目黒 S1 3.05%、 2万2000円。値上げ率 3% を超えました。例によって2万円です。 230cc にしてなかなかのお値段になってる。質感はいいですね。60位、ヤマハ XMAX 3.08%、 2万2000円。 250cc スクーターだね。数少ない大事なモデルです。ホンダのフォルツァと人気を二分してる。59位、ヤマハ YZF-R1M 3.1%、 9万9000円。買えないバイクだね。新型発表日には実質バックオーダーで売り切れていました。まあガチモデルだからしょうがないでしょ。58位、ヤマハ TMAX560 3.13%、 4万4000円。ビッグスクーター。競合が少ないジャンルです。ヤマハはスクーターラインナップが広いからね。57位、川崎忍者250 3.13%、 2万2000円。忍者250もだいぶ高くなりました。川崎はみんな高いよね。やっぱり鈴木が一番。56位、川崎 Z250 3.23%、 2万2000円。Z250 も70万円超えちゃった。ヤマハの MT25 をおすすめします。
いろんな意味でヤマハにした方が無難だろうね。7万円以上安いし。55位スズキ V ストローム 650XT3.3%、3万3000円。この間生産終了しちゃったね。スズキの650は全部終了しました。54位スズキ GSX-S1000GX3.31%、6万6000円。6万円上がってるけど 3% ちょっとなんだね。スペックからはもともとバーゲンプライス感はありました。電子制御サスペンション搭載モデルの中ではまだ多少安めな方かな。53位スズキ V ストローム 800DE3.33%、4万4000円。V スト650の後継モデルかな。実質そういうことになるでしょこちらはすべて最新設計だから息が長いモデルになると思う。52位川崎 W230、3.42%、2万2000円。お決まりの2万円アップ。ペンタロウさん値上げ前に買っておいてよかったね。今年は色変わってフェンダーがメッキになったからちょっとイメージ違くなってるけどね。51位スズキ V ストローム 650、3.45%、3万3000円。さっきの XT に続いて V スト650。う。同じく生産終了しています。50位川崎 KLX230 シェルパ 3.45%、2万2000円。シェルパはシート高が下がって S になりました。実質値上げだからランキングに入れてる。旧モデルは在庫処分キャンペーンやってたよね。5万円クーポンもらえるからシート高高い方がいい人は旧型がいいかもね。49位スズキ V ストローム 800、3.57%、4万4000円。 V スト800の DE じゃない方です。スズキの800はどれもいいバイクだよね。48位川崎 KLX230SM、3.57%、2万2000円。モタードだね。利便性も高くて意外に万能感あります。高速も結構いけるしね。47位ホンダ CRF250 ラリー 3.6%、2万7500円。ホンダの250はいいよね。万能感高いです。とりあえずホンダの250シリーズ買っとけば間違いない。 CB250R がなくなってしまったのが残念です。46位川崎 KLX230 3.7%、2万2000円。普通のオフロードモデル。川崎の230は意外に使い勝手いいです。ファミリーが多くなってだんだんわけわかんなくなってきたけど。45位ホンダ CBR250WR 3.8%、3万3000円。高額250で有名なやつだね。90万円オーバーになりました。色によっては100万円近くなるね。44位スズキ SV650X 3.9%、3万3000円。ハード前傾のやつだね。ペンタロウは半日乗ったらもう家に帰るかな。こちらも正式に生産終了になりました。43位ヤマハテネレ700 3.94%、5万5000円。テネレ最高。電スローメーター変更などもろもろ大幅アップデートしました。それにしては値上げ率控えめだったね。ドドドドってワイルドに走れて結構楽しいバイク。42位スズキ SV650 4.11%、3万3000円。こちらも生産終了だね。 V ツインのいいバイクでした。欲しい人は在庫残りを漁っていこう。41位ホンダトランザルプ 4.35%、5万5000円。ミドルアドベンチャーのトランザルプです。スクリーンやサスペンションとか変更されたみたい。計画200台だから人気は低めみたい。40位ホンダ PCX 4.41%、1万6000円。いつも販売台数トップクラスだよね。たまにハンター株など出てきますが、おおむね PCX が王者だね。39位ホンダ CL250 4.42%、2万7500円。いいクラッチで話題の CL250。いいクラなしのベースで 4% 以上上がっています。販売台数ランキングは下がってきたけど、レベルの方は相変わらずトップクラス。シート高を下げると売れるようです。38位ホンダ CRF250L 4.42%、2万7500円。ラリーじゃない方のオフロード。ラリーと合わせて毎年まずまず売れています。37位スズキ V ストローム 1050DE 4.49%、7万7000円。割と息が長い V ツイモデルだね。エンジンが今これにしか使われていません。となるといつまで販売するかちょっと微妙な感じがあるね。36位ホンダレベル250 4.5%、2万7500円。
爆売れレベルだね。 E クラッチ搭載で今年も爆売れてます。どこまで行くのか興味深い。35位スズキ V ストローム 1050 4.73% 77,000円。 V スト1050の無印版。同じく7万円アップです。34位スズキ GSX-8R 4.81% 55,000円。ペンタロウさんの 8R だね。万人におすすめできる間違いないバイク。色も変えず何も変えず5万円値上がったのは伝説級でした。33位川崎エリミネーター SE 4.82% 44,000円。エリミネーターは注文さばけなかったり爆上げしたりいろいろあったね。暴動が起きそうなくらいだったよね。日本人はこういう形好きなんでしょうか。32位スズキ GSX-8S 5.15% 55,000円。 8S も 8R と同じく5万円アップ。 5% を超えています。元がリーズナブルだから値上げしても割高感ないんだけどね。31位ヤマハ XSR900 5.26% 66,000円。地味に仕様が変わった XSR900 です。シートが良くなったりステップ変わったりしたんだっけ。パッと見変わってないんだけどね。今年は9月まで注文できたアイボリーが大人気だったようです。30位川崎 W800 5.31% 66,000円。目黒は1万円だったのに。ダブルは6万円アップの謎です。この差は何だろうね。29位川崎エリミネーター 5.41% 44,000円。こっちは無印エリミネータ同じく4万円アップです。28位川崎 ZH2SE 5.63% 132,000円。ー。忍者 H2 は1万円だったのに ZH2 は13万円アップ。ペンタロウはこれで買う気が失せました。27位ホンダレベル1100 5.8% 66,000円。レベル1100は例年そこそこ売れています。もともとクラスとしては安すぎくらいだからね。26位ヤマハトレーサー 9GT 6.62% 99,000円。トレーサー 9GT は結構値上がったんだね。ただ装備がかなり充実しました。これも値上がっても新型の方がっていう人の方が多そう。25位ホンダ GB350C 6.91% 46,200円。 GB350C もモデルチェンジしました。色変わったりしたね。色以外はプチ変更くらいだよね。ホンダは初期型買うのがコスパの面では賢いかも。24位ヤマハ YZF-R1 6.98% 165,000円。 M じゃない方の R1。こちらもとっくに買えません。次期モデル出ないだろうけどファイナル発売したりするのかな。ちょっとわからないね。まあどうせ買えないし。23位川崎 Z900RS SE 7.74% 132,000円。カフェは2万円だったのに。 SE はだいぶ爆上げてきました。多分スタンダードもこれくらい上げるつもりだったんだろうね。ホンダの爆弾 CB1000F がなければ。 SE はドラレコついたね。22位ホンダゴールドウィング 7.94% 275,000円。400万クラスの高額バイクです。値上げ額ならダントツトップだね。27万以上上がってるからね。主戦場のアメリカ価格からするとこれでもだいぶ割安のようです。だから中古車輸出すると結構儲かるらしいね。 XADV と並ぶ輸出ウハウハシリーズです。21位ホンダ NC750X 7.98% 73,700円。 NC ってちょっと前70万円とかじゃなかったっけ。 X でない NC750S は生産終了時75万円くらいでした。650クラスで川崎とか100万以上だからこれでも NC は割安な方だと思う。20位ホンダ CB1300 スーパーボルドール SP 8.06% 165,000円。ファイナルだね。この価格帯でも15万円アップはパンチ力ありました。 8% オーバーだからね。割と在庫はたんまりありそうです。販売店は CB1000F が出るまでに売り切りたかっただろうけど。19位ヤマハトレーサー 9GT プラス 8.43% 154,000円。15万円上がったんだね。 YAMT のみになったので単純値上げとはちょっと違いますが、トレーサーはみんな GT プラス買っていくって YSP のお兄さんが言ってた。18位ホンダ CB1300 スーパーフォア SP 8.52% 165,000円。ファイナルの丸めの方だね。このモデルが一番人気でした。半分くらいはこれだったみたい。これだけ在庫残り少なそう。ペンタロウの注文が2ヶ月繰り上がったくらいだからこれか
からちょっと出てくるかもしれないけど。17位ヤマハ NMAX155 8.57%、 36,300円。早々に売り切れて恨み節の呪いマックス 155% な NMAX155。強烈に装備充実したので、むしろ値上げしてもお買い得です。もうちょっと台数用意してくれればよかったのに。ヤマハは売れ筋に比例して台数設定しないので、こういうことよくあります。16位ヤマハトリシティ155 8.74%、 49,500円。トリシティ155も結構値上げしたんだね。そもそも原価高そうです。競合がいないから地味にコツコツ売れていく感じ。15位スズキバーグマン400 9.46%、 84,700円。 400cc スクーター。こちらも結構上がりました。スズキにしては思い切って上げてきたね。14位ホンダ CB1300 スーパーボルドール 9.87%、 165,000円。 CB1300 のスタンダードの方だね。スーパーフォアより値段が安く、値上げは一律15万円でした。だから値上げ率順位は上になったね。13位ヤマハ MT-07 10%、 88,000円。ついにここから 10% アップ。 MT-07 は電スロになるなど大幅アップデートしました。アップデート内容からすると妥当かな。でもお手軽ミドルマシンという感じではなくなってきたね。12位ホンダレベル500 10.53%、 88,000円。レベル500も結構上がってたんだね。あまり台数出ないので話題にはなっていませんが、誰逃れさんが買ってたね。 CB1300 以降よく巷の情報に出てくるね。11位ホンダ CB1300 スーパーフォア 10.56%、 165,000円。ファイナルのスタンダード。同じく15万円なので必然的に値上げ率高めです。10位ホンダ PCX160 12%、 49,500円。販売台数上位安定の PCX だけど結構値上がったんだね。 12% アップです。割合で見ると結構えげつない値上げ率だね。9位ホンダ CL500 12.74%、 11万円。レベル以上にヤバい値上げ率だね。11万円の 13% 弱です。こちらも話題薄めではあるけどね。8位ホンダ DIO110 13.04%、 33,000円。20万円台のところ3万円アップ。割合は 13% 超えました。なかなかなパンチ力。7位ホンダクロスカブ110くまモンバージョン 13.24%、 49,500円。くまモンかわいい。でも値上げはちっとも可愛くありません。ホンダの110は軒並みやばい値上げになってる。6位ホンダクロスカブ110 13.64%、 49,500円。そしてこちらがくまモンじゃない方。値上げ額は同じですが多少安いので率は高くなります。去年から買おうと思ってた人は号泣物だね。5位ホンダスーパーカブ110プロ 14.29%、 49,500円。さらにヤバくなってきたね。14% オーバーです。そろそろ暴動が起きそう。4位ホンダ GB350S 14.55%、 88,000円。 GB は爆上げに泣いた人が多いよね。いきなり強烈に上げました。最初安くてがっつり上げるパターンはホンダと川崎の平常運転かな。3位ヤマハトリシティ125 15.56%、 77,000円。トリシティが3位って意外。この価格帯で7万円は強烈でした。ヤマハの値上げ方針は読めないね。そもそも三輪で生産コスト高そうだし利益薄かったのかな。かなり薄利だったのかもしれませんね。2位ホンダ GB350 15.69%、 88,000円。8万円アップは鬼だったね。元がバーゲンプライスだから値上がって当たり前というコメントも多いです。値上げ前に買った人はラッキーだったね。ツートンカラーはもっと高いんだよね。67万1000円と11万円アップなので約 20% です。色別にやったら GB ツートンがトップだったね。1位ホンダスーパーカブ110 16.36%、 49,500円。スーパーカブ110が1位なんだね。元値30万円のところ5万円上がったので 16% オーバーの凶悪値上げです。ホンダの110は軒並み爆上げしてるけど、原付免許で乗れる 125cc のいわゆる謎原付のコストを負担させられてるんじゃない？国が無理やりメーカーに変なモデル作らせるからこういうことになるんだね。
裏は取れてませんが、まず間違いないでしょう。何にしても5万円値上げという鬼畜が1位だったけど、値上げしてない夢のモデルたちも実はあるんだよね。まとめてみましょうか。ヤマハ MT-10 と MT-09、SP も合わせて据え置き、まあほぼ色変更だけなんだけど。色も変えず値段上げるのも多いもんね。XSR700 も色変更で据え置きです。他には MT-0325 と YZF-R325、トリシティ300、XSR125、シグナスグリファス。ヤマハ値上げしてないのが多いんだね。スズキのアベニス125とバーグマンストリート 125EX も据え置きです。ジクサーシリーズも全部据え置き。スズキも優しいんだね。ヤマハとスズキは良心的。ホンダはリリースがあったものは全て値上げしています。恐ろしいね。マックスはゴールドウィングの27万5千円ね。それと CB1300 の16万5千円。川崎は一律2万円コースから13万円上げた ZH2SE と Z900RSSE までえげつない。ここへ来てヤマハを見直しちゃった。ヤマハは内容がアップデートされていないものは価格据え置きの方針です。ヤマハを応援したくなってくるよね。お金かからないのが一番だよね。そういえばペンタロウさん、バイクに一体いくらつぎ込んでるの？いくらだろう。手元の20台くらいだけでも結構な額になってそうですが。いやー、割とコスト意識して買ってるからそうでもないっていうか。値上げ動向とか誤差になってるでしょ。値上げに不満言える立場じゃないですね。計算が苦手なんだ。今回こちらの世界のペンタロウは計算ができなくて土地狂っているようですが、バイクの購入は計画的に進めましょう。ランキングの価格データはもしかしたら1年飛んでいたりするものもあるかもしれませんが、間違いがあればコメントで教えてください。よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイプをお願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。続く。